どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、アクアリウム系の動画はよく見られているでしょうか？自分はそこまでめちゃくちゃ見るわけではないんですが、腐っても動画投稿者の端くれ、ちょくちょく現在のアクアリウム動画の動向は確認しております。視聴者さんの中でも新たなアクアリウム系動画投稿者さんが出てこないか、日々目を光らせている方もいるのではないでしょうか。このアクアリウム界隈は決して市場が大きいとは言えず、それは動画投稿者も同じです。人口が多い趣味であれば、それだけ周辺の界隈も盛り上がるため、いろんな SNS 媒体で活躍している人がどんどん出てきます。しかし、アクアリウムに関しては、先ほどもお話しした通り、そこまで人口も多くないため、動画投稿者も限られてきます。実際には新しく動画投稿を始める方は結構いるんですが、大半が更新が途絶えたり、投稿期間がまちまちだったりする感じです。正直コンスタントに決まった間隔で動画投稿をしている人は指で数えられる程度なのではないかと思っています。というわけで今回は3年間アクアリウムの動画投稿を続けてきた自分が考える、なぜアクアリウム系 YouTuber はあまり増えないのかということについてお話ししていきます。この話は自分の主観がバリバリ入っているため、ただの一投稿者の意見として捉えていただけると幸いです。それでは早速お話ししていくんですが、まず大前提にここでお話しするアクアリウム系 YouTuber の定義について解説しておきます。今回の話で登場するアクアリウム系 YouTuber というのは、アクアリウムを主軸とした動画投稿者のことで、他の生き物も一緒に飼育しており、アクアリウム以外の動画の比率が多い方は省きます。要するに、アクアリウムも内包している生き物系 YouTuber の方は、この話の対象ではないということですね。他にはスーパーで買ってきた食用の生態を飼育したりだとか、特定の個体のみがメインで登場する動画を投稿している人も今回の話では例外です。そういった人に関しては、個人的にはアクアリウム系というよりは生き物系のイメージが強いので、自分が考えるアクアリウム系 YouTuber とはちょっと違います。そっち系になると水質や関連機材などアクアリウムの専門的な情報は発信せず、その生態のみにフォーカスを当てて投稿していることが多いからです。要するに、アクアリウムの範囲に入っている中でも、アクアリウムをやっていない人に向けて発信している人は定義から外れるかなといった感じ。なかなか説明が難しいんですが、おそらく皆さんが考えているようなアクアリウム系 YouTuber とそこまでそう言わないと思います。あくまでも今回お話しする中での例外であって、それがダメだとかそういう意図で言ってるわけではないのであしからず。というわけで、その前提を踏まえた上でアクアリウム系 YouTuber が増えない理由をお話していきます。まず一つ目の理由は、全然見られないことです。これは動画投稿を始めてみるとわかるんですが、マジで全然見られません。最近投稿を始められた方たちは、クオリティの高い動画を初っ端から出してくるので、自分が始めた2020年よりも投稿初期の再生数は多いように感じますが、一般的な趣味系動画に比べても決して高いとは言えないと思います。基本的にアクアリウムをやっている人にフォーカスを当てた動画では、コンスタントに数百再生を超えることも最初は難しいです。そもそものアクアリウム人口が少ないから再生数もそこまで伸びないんですよね。おまけにアクアリウムの中でもジャンルがいくつかあり、淡水、海水、大型魚、小型魚、水草、サンゴなどなど細かな分類まであります。ただでさえ多くない人口の中にこれだけ多くのジャンルがあるということは、それだけ再生数も分散されるわけです。なので、自分が動画投稿を始めた当初に思い描いていた登録者数や再生数が達成されず、その夢と現実のギャップに打ちのめされて、
数回投稿をしてやめてしまうという人が後を絶ちません。自分も初投稿時はめちゃくちゃ時間をかけて作った動画が数十回しか再生されず、チャンネル登録者数も一桁台と散々ですごくメンタルにきたのを覚えています。3ヶ月かけてようやく登録者数100人を超えたくらいです。それでも動画投稿を続けていたのはなぜか、今になってはよくわからなくなっているんですが、ある種開き直ってた節もありますね。見られなくてもいいやみたいな。自己満足でやってるだけだし、再生されなくてもいいや的な陰キャ特有の卑屈な精神が今日まで続く動画投稿を続ける原動力になっていたんだと思います。ただ普通の人であればそこで折れてしまうのではないでしょうか。特に動画投稿を始めるのって結構時間が必要で、慣れてくればどんどん効率化していけるんですけど、下準備の段階で相当な労力がいるんです。これはアクアリウムに関係なく、編集するデバイスや撮影機材、編集ソフトの準備とそれを使用するための勉強、動画内で使用する BGM や SE などの素材集めなど、それは根気がいります。だからこそ、そこの労力に再生数が伴わない現実にポキッと心が折られてしまうわけです。特に自分が怖いと思うのは、チャンネルの体裁がしっかりと出来上がった状態で初投稿をし始めた人です。周辺 SNS の整備やチャンネルのバナー、アイコンなどなど、しっかりパッケージングされた状態で満を持して投稿している人ほど早期リタイアする傾向にあると思ってます。おまけに動画の編集まで凝っていたらリーチ。それで全然再生されなかった日には数個動画を投稿して力尽きてしまいます。正直自分はそういったチャンネルを見ると、動画投稿をしている身としてはドキドキしちゃうんですよね。今までクオリティが高くて見始めた投稿者が何人も失踪していく姿を見てきているので、その更新が止まった時の悲しさが頭をよぎるんです。動画投稿をやめても他の SNS でアクアリウムを楽しんでいることが分かればいいんですけど、だいたい一年発起してアクアリウム系 YouTuber を目指す人は他の SNS もパタリと更新されなくなって行方が分からなくなるんですよね。なのでこれから動画投稿を始めたいと思っている方はいきなり数百再生とかを求めるのではなく、最初は数十再生でもいいやというスタンスでまったり始めるのがいいと思います。理想と現実のギャップがすごければすごいほど打ちのめされるので、そこは最初のハードルはあまり高く設定しすぎないようにしましょう。ちなみに自分と同じ時期に動画投稿を始めた方で、1ヶ月後の目標がチャンネル登録者数1000人という方がいたんですけど、その方は見事に更新が止まりました。その中でも特に収益化してお金を稼ぎたいという方はやめる傾向が強いですね。自分のアクアリウム生活をみんなに見てもらいたいというところが基準じゃないと楽しくないからです。絶対にそこは目標にせず、できたらいいなくらいのスタンスでいることを強く推奨します。もし稼ぎたいのであれば、アクアリウムなんてニッチなところで戦う必要はありません。ちなみに視聴者さんの中で応援している新米アクアリウム系 YouTuber の方がいて、絶対にいなくなってほしくないと思っている人はコメントを残すことをマジでおすすめします。正直動画の再生数が回ってもコメントが一つもないと、投稿者側としてはレスポンスがないため見られている感覚がしないので、一つでもコメントがあると気持ち的に全然違います。動画の数百再生よりも一つのコメントの方が見てもらえてる感を感じやすいため、応援するときはコメントといいねボタン推奨です。コメントやいいねボタンを押すことで YouTube のアルゴリズム上、その人の動画がおすすめに出てきやすいというのもありますしね。2つ目の理由はネタ切れです。これはアクアリウムのどのジャンルにも言えることだと思います。
基本的にアクアリウムって1日でガラッと何かが変化することはなく、何か問題がない限りは頻繁に動画にするようなことって起こらないんですよね。管理が上手な人は特にそうで、何もないことがうまくいっている証拠でもあるため、動画投稿をするにはネックになってきます。ちなみに個人的に一番難しいだろうなと思うアクアリウムの動画ジャンルは大型魚です。大型魚は簡単に新しく購入したりすることもできませんし、その個体が成長していくのは数ヶ月どころか何年もかけてのことになります。そうなってくると必然的に一つの水槽で動画にできることってだいぶ限られてくると思うんですよね。ろ過槽などの周辺環境から準備して立ち上げるのであれば、ある程度の数動画にできそうですが、一つの水槽に一匹の魚であれば、それだけでは一本しか作れない気がします。そういった意味では、コンスタントに長く動画投稿を続けるのは至難の業。大型魚で長く動画投稿している人は純粋にすごいなと思いますね。ただ、大型魚だけでなくても、小型水槽でもそこまで動画ネタってないです。生態にフォーカスするのであれば、小型魚は余計に経過が分かりにくいですし、水草をネタにしたとしても限界があります。週1くらいであればなんとかできそうな気もしないでもないですが、さすがに水槽1本のみ管理とかだと厳しいです。それこそ商品レビュー特化とかにしない限りは、コンスタントに動画投稿をするネタは確保できません。自分の場合は10個以上の水槽を管理して頑張ってネタを作っていますが、それでも常にネタ切れには怯えています。水槽の経過や新規立ち上げ、商品のレビューやこういった話メインの動画など、バランスを考えながら投稿するのは難しいですね。3つ目の理由は、水槽管理と動画投稿の両立が難しいことです。これは一回撮影してもらったらわかるんですが、何をするにしても撮影しながらって時間がかかるんですよね。水草のトリミング一つにしても、カメラの三脚をセットし、映り込まない角度を探してから自分の体が前面に映らないよう無理な姿勢で作業をするというハードルがあるため、撮影なしでの作業より3倍くらい大変です。なので何をするにしても撮影しながらだと腰が重くなっちゃうんです。ただ先ほどもお話しした通り、ネタ切れの関係でできるだけ多くの映像を撮影しておかないと次の動画が作れないため、1から10まで撮影をしないといけないみたいな気持ちになります。そうなってくると水槽の管理がおろそかになる危険があるので、泣く泣く動画投稿のリソースを割き、水槽管理に力を入れた結果、動画投稿がどんどん遠ざかっていくという結果に。アクアリウムは生き物を扱う関係上、動画投稿のように待ってはくれないんですよね。だからそっち側に引っ張られて必然的に動画投稿ができなくなってしまうことが多いのではないかと思います。一度動画投稿の間隔が伸びてしまうと、そこから立て直すには結構な精神力を使いますからね。何でも習慣化すれば楽になりますが、ひとたびそのレールから外れると軌道修正は難しい。これに関しては生き物系 YouTuber 全般に言えることだとは思いますが、アクアリウムも例外ではないと思います。というわけで、ざっくりとアクアリウム系 YouTuber が増えにくい3つの理由をお話ししてきました。本当はまだまだ語りたいことが山ほどあるんですが、動画の尺の関係上、今回はこれくらいにしておきます。やはり数回で動画投稿が止まってしまう一番の原因は、最初にお話しした現実と理想のギャップだと思うので、そこら辺は動画投稿を始めるのであればシビアに考える必要がありそうです。個人的にももっとアクアリウム系 YouTuber が増えてほしいと思っているので、まずは気楽に始めてみてはいかがでしょうか。見始めた人の更新が止まるほど悲しいことはないので、できるだけ長く続けてほしいですね。自分もいつ動画投稿をやめるかわからないので、皆さんも今のうちに押しといてください。皆さん一人一人の1再生とコメントが自分の活力になっています。というわけで今回はこの Twitter と Instagram やっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。